こんにちは、あやはれです。寒くなるの待ってました。蒸すだけ簡単、一品で大満足なレシピを3つ紹介します。せいろがない方向けにフライパンで蒸す方法、レンジで蒸す方法も合わせて紹介します。最後に3つの蒸し方のメリットデメリットもまとめてお話しするので、どのやり方が自分に合うか考えるヒントにしてください。
せいろ蒸し最大のメリットは蒸した野菜が甘いこと。シンプルに野菜を蒸して食べるならやっぱりせいろ。全体均一に火が通りやすいので、火が十分通りさえすれば失敗することがなく、長めに蒸しても味が落ちることもないのもいいところです。デメリットは専用の道具が必要なこと。せいろは小さく収納することができないので、収納場所を確保する必要があります。フライパン蒸しのいいところは何といってもフライパン一つで作れること。また使う水の量も少ないので、せいろに比べると短時間で蒸せます。ただ少し難しいのは水加減。水が少ないと焦げつくこともあるので、蒸すのに時間がかかるレシピはあまりおすすめできません。あとはフライパンの大きさには限りがあるので、一気に大量に作ることはできないかなと思います。レンジ蒸しはこの3つの蒸し方の中では最速。コンロを使う必要なし、耐熱容器に乗せてレンチンするだけというのが手軽でいいところ。
ただし加熱ムラやパサつきが起こることもよくあって、レンジの性能にも依存するかなと思うのですが、私はこの中だと一番失敗経験が多いかな。私の場合は、蒸してそのまま食卓に出せるせいろが一番使う頻度は高いのですが、使い方を分けるとしたら、食材そのままの美味しさを生かしたいときはせいろ、一人分サクッと作りたいときはフライパン蒸し、熱くてコンロを使いたくない日はレンジ蒸しを選ぶかなと思います。自分に合う調理法を見つけて作ってみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。